マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。はじめましての方、はじめまして、マサチャンネルと申します。そしてですね、私はですね、今、福島県の国道294号白河市を走っております。毎年恒例のですね、埼玉から福島へのツーリング。これはですね、29年前に不慮の事故でこの世を去って天国に行ってしまった先輩のですね、お墓参りに毎年行っております。で、今年はですね、かぶちゃんで行ってますね。で、去年はですね、ちょっとね、大型で行って、今年も大型でサクッと行こうかなと思ったんですけども、往復で500キロあるんですよ。500キロあるんですけども、仕事終わりで埼玉から宇都宮までとりあえず走って、そこから130キロですね。今、福島県へ入りまして、もうちょっとですね、福島の三春滝桜というところにね、まずは向かっております。そこからですね、ほど近いところに先輩のお墓があるので、お墓参りに行こうと思っております。そのですね、道中でですね、皆様にお伝えしていこうかなと思っているんですけれども、何をお伝えするかというとですね、ハンターカブよりクロスカブが勝っている点。ということでございますよ。私はですね、JA4 号クロスカブを発売直後にですね、納車いたしまして、3年間かな、4年間かな、乗った後に、JA60 の現在のですね、クロスカブを発売とともに納車いたしました、真のクロスカブ好きでございます。あえてですね、マニアとは言わなかったのはですね、そこまでメカに詳しくないというかですね、はい。なんでですね、マニアの人ってすごいマニアじゃ、そこまでマニアではないというところですね。クロスカブが好きなだけです。なんかね、原付2種欲しいっていう人たくさんいると思うんですけど、なんか、ハンターカブばっかじゃないすれ違うたんび、もうハンターカブばっかよ。猫も杓子もハンターカブ。そんなにいいハンターカブまあね、めちゃめちゃかっこいいわ。あれは反則だよね。特に今年の2024年モデルのあの黄色。あれやばいね。めちゃくちゃかっこいいよね。わかるんですよ。気持ちはわかるんですよ。原付2種イコール 125cc っていうね、気持ちは私もわかります。特に大型というかね、いつも乗られてる方は原付2種イコール 125cc っていう気持ちはめちゃめちゃわかるんですよ。で、だからクロスカブ 110cc って110かみたいな感じだと思うんですよね。ただね、ハンターカブよりね、勝っている点ってたくさんあるんですよ、クロスカブが。まずね、僕が気づいてる、ハンターカブもね、ちょっとこうレンタルとかに乗ったことはあるんですけども、僕が気づいてる優れている点をたくさんね、ちょろちょろっとお伝えしていくとですね、まずブレーキはね、現在はこの60モデルに関しては、前後ディスクブレーキじゃねえや、後ろはドラムだ。フロントディスクブレーキになってるんで、めちゃめちゃ効くんですけども、前のね、J4 号のドラムブレーキ、フロントドラムブレーキもね、効かないけど、普通に問題なく走行できるので、なんか絶望的に効かないとかっていうね、話もあるけど、あれはね、大型バイクでフロントブレーキ生活をしてる方がよく言うセリフですね。大型バイクだとフロントブレーキだけで生活できちゃうじゃないですか。だけど、特にね、オフ車とか乗ってる人だと分かると思うんですけど、リアブレーキかけないとね、やっぱり、結局制動もしないし、姿勢も安定しないですね、オフ車って。サスペンション柔らかいから。それと同じで、やっぱりリアブレーキがうまく使えれば、J4 号のクロスカブはもう全く問題なく乗りこなせます。後ろブレーキめちゃめちゃ効きますしね。なので、ブレーキングをね、うまくなるバイクだと思いますよ、J4 号はね。ブレーキに不安がある方はね、60を買えばよろしいかなというふうに思いますけども、ブレーキ性能に関しては全然問題ないと。そしてですね、60に限ったことなんですけども、
メーターの見やすさですね。ハンター株はね、意外とメーター見づらいよ。しかもシフトエンジケーターもついておりません。で、60に関してはシフトエンジケーターはもう標準でついてます。そしてですね、もう針のですね、デジタルじゃないメーターなんで、もうめちゃめちゃ見やすいです。それからですね、車体本体価格が安いということですね。朝旅。10万円までいかないけどね、結構ね、やっぱ30万円台の中盤で買えるバイクって最近はほとんどないので、そういった意味ではね、クロスカブ安いかなというふうに思いますね。装備がすごくいい割にはね。そして、軽い。軽いんですよ。ハンターカブに比べて。ハンターカブ120キロでしょ。で、クロスカブ100キロちょいなんですよ。15キロぐらい軽いんだと思うんですよね。15キロってね、バイクで全然違うんですよ。重さがね、軽いと。で、さらに足つきも、クロスカブの方がいいでしょうね。ハンターカブより。そんなに変わんないんだけどね。そんな変わんないんだけど、ハンターカブよりクロスカブの方が足つきがいいですね。ほんのちょっとの差なんだけどね、これね、やっぱり背が低い方にとってはすごくね、問題だと思うんですよね。ただ若干シード高はハンターカブの方が高いのに、足つきはそんなに変わんないかなと思うのはシート形状だと思うんですね。クロスカブってね、ちょっと見えないと思いますけど、座面がこう割と平らなんですよ。こうスーッとこう平らで、普通の椅子みたいな感じなんですけど、ハンターカブはちょっとこう、角がこう削れてるんですよね。で、角が削れてるってことは、足がこう、ペタッとこう降りるから、割とね、つきやすいシート形状ではあるんですね。ただね、このシートよ。シートがめちゃくちゃいいんだわ、クロスカブ。ハンターカブで乗った時はね、結構お尻痛くなるんだけど、クロスカブでお尻が痛くなるってことは、姿勢もあるんだけど、これね、お尻が痛くなりづらい姿勢っていうのはあるんですよ。なので、それはまた別の機会にお伝えしますけども、クロスカブのシートはね、痛くならないですよ。座面がね、平らな上に柔らかいんですよね。だから普通の椅子に座ってるような感じで、本当にお尻に優しいんですよ。ハンターとかはね、ちょっと実際僕が痛くなったんで、痛いよね。硬いんだな、ハンターは。じゃあ硬いからダメかっていうとそうでもないんだけども、僕は痛くなりましたよ。痛くなるっていう人が多いのも事実なので、シートもクロスカブの方が絶対いいですね。優しい、お尻に優しいシート。とにかくね、柔らかくてふかふかなんだな。これ本当にいいシートなんだわ。最強だと僕は思いますよ。いろんなバイクレンタルで乗るけど、クロスカブのシートに勝るものは今までないですね。座面が広いのかな。 XADV とかも広かったけど、それよりもクロスカブの方が痛くならないと思いますね。昨年乗ったレンタルで一番痛くならなかったのはトレーサー 9GT なんだけど、あのクラスになるとね、すげえシートがついてるからあれなんだけどね、本当にこの原付2種のクラスで、しかも一番安いと言われてるようなね、バイクでですね、こんだけいいシートがついてるっていうのは本当に素晴らしいと思いますね。そしてね、一番勝っている場所っていうのはあるんですけど、それちょっと一回置いといて、ちょっと負けてるっちゃ負けてるんだけども、そこが問題になるもんじゃないよっていうところで言うとですね、エンジンですね。エンジンは最新型の方はですね、ピストンが違うだけです。ボアとピストンが違うわけですよね。ストロークは確か同じなんですよ。で、クロスカブは、もうね、こんなロングストロークのエンジンないんじゃないかっていうぐらいロングストロークなんですね。で、そのボアが広がったのが、ハンターカブになるんですけど、みんなすごい遅いと思ってるんだけど、そんなに遅くないよ。だって、重量がもう15キロ軽いんだから、こっちの方が。それもね、一回動画で検証してるんで、探してもらうか、リンクできたら、リンクしとくか。めんどくせえんだよね、探すのが。ハンターカブに重い人が乗ったらね、クロスカブ軽い人が乗った
ターより遅くなっちゃうよっていう話なんですけど、まあ、結果的には重さがあってもハンターカブの方が多少速いんですよ。やっぱトルクの関係とかで速いんですけど、ただね、ほぼほぼ誤差です。例えばツーリングでついていけないとかそういうこともないし、クロスカブだと一般道でね、普通の車についていけないとかそういうところもないので、なかなかやりますよ、クロスカブ。そして積載能力ですね。これもね、ハンターカブの方が荷台は大きくて積載能力ありそうな感じはしますけど、いや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 、ほぼほぼ変わらないですよ。ほぼほぼ変わらない。クロスカブもめちゃめちゃ積めるよ。しかもクロスカブの場合ね、フロントにもね、結構キャリア出てて、まあ、ハンターカブも出てるけどね、フロントにも積めます。意外でしょ、このエンジンがね、あまりこの劣ってないっていうのはね、10% ですから、10% パワーが少なくて 10% トルクが少ないんですよ。その 10% は、まあ、体重でカバーできてしまうということですね。そしてそんなね、確かに乗ってみたら遅いんだけど、乗り比べたら。ただ、すごい違うかっていうと、まあ、そこまでの違いがないっていうところですね。そして足回りですね。足回りはね、ハンターカブ初めて乗った時にね、クロスカブ乗ってる J45 を納車して、その後にハンターカブが発売されたハンターカブをレンタルで乗った時に思ったことは、いや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 、全然違うわ、ハンターカブ。もうこれ本物のバイクだ、みたいな感じで思ったんですよ。やっぱりね、足前の完成度は一歩二歩上でしたね。ハンターカブの方が。しかしね、このね、新型よ。新型 J60 のクロスカブに関しては、いやいやいや、全然負けてないと思う。本当に素晴らしいですよ。コーナーリングの安定性だとか、もちろんね、サスストロークに関しては、ハンターカブの方がありますよ。ということでね、まあ、本田さん、こんだけね、僕、クロスカブをしてですね、僕の動画ですね、かなりクロスカブ買ってるんですよ。もうね、いいでしょ。アンバサダーで僕、いいですよ。この胸にね、ホンダクロスカブとかいうね、ワッペンつけて走ってもいいですよ。ということでね、ホンダの広報さん、オファーお待ちしております。ということでね、アンバサダー就任